フィリピン・セブ。透明な海に囲まれたリゾート地としての顔だけじゃなく、素朴でちょっとカオスで生身の人間の息遣いが感じられる生活感に触れたくて出かけた島と山と町、3つの旅のエピソードです。プチ留学先としても有名なセブ。高校生の娘と一緒に2週間の英語学習に来た。まだ発展途上の島の様子にかなり緊張しながらも、学校の放課後や週末の休み、セブを探検しに行くことにした。週末、半日旅行で気軽に行けるオランゴ島に向かう。すごいとこに来たぞ。私たちの滞在しているセブのマクタン島からボートで15分ぐらいで行ける島に今から行きます。あ、なんかちゃんとこんなボートだね。オランゴ島は渡り鳥の中継地でバードウォッチングスポットとして有名だけど、観光開発はあまりされておらず、素朴な村の生活が営まれている島らしい。授業中に現地の先生が教えてくれたその島に惹かれて、週末プチトリップの行き先に決めた。船着き場の前にたくさん止まっているバイクタクシー。これに乗って島の中を回るらしい。Hello, 600? No, no. Hello, ma'am. How much for 3 hours? How much for what destination, ma'am? San Vincent. San Vicente. What time come back here? Thank you. 500 to 5 p.m. Okay? バイクにサイドカーをつけたトライシクル。頑張れば4人くらい客が乗れてしまう。日本の感覚で見ると驚くけれど、フィリピンではこれが日常生活の足だ。What's the name of the... Santa Rosa. Okay. Market. Okay. ちょっとマーケットに着いたので見学します。まずはマーケットを覗いてみる。道路沿いに食料品の店が何軒か並ぶ小さなマーケット。さすがフィリピン。どこでもバナナとマンゴーが山盛りで嬉しくなる。鶏の丸焼きとポークバーベキューのチェーン店。おかずがたくさん並んでいる食堂。どの店もとても簡単な小屋みたいな作り。特別な観光じゃなくて暮らしの様子を見てみたい。教会も立ち寄りたい場所の一つ。その土地の色彩感覚と宗教美術と祈りの場所の静謐な空気。教会は土地ごとの魅力があって、一言で言うと可愛いから訪れたくなる。目指すのはシュノーケリングスポット。意外とマクタン島では気軽に泳げるビーチがないので、ここで透明な海に潜ってみたい。途中通りかかる村が素朴で色彩豊かで可愛い。帰りに少し歩いてみよう。ここでシュノーケリングの道具を借りられるらしい。あ、本当、確かにこれ怖い。めっちゃ気をつけよう。めっちゃやばいね、橋。木の桟橋がガタガタでかなりやばい。この海上コテージの周りでシュノーケリングができる。ココナッツウォーターを売っていたので飲んでみる。Thank you. ぬるいけど美味しい。ぬるい。
多分さっきまでどっかについてたんじゃない？知らんけど。わかんないけど。すごい本物のココウォーター。あ、冷たいの？やだな。やだけど入らんわけにいかんよね。鼻から水入ってこる。入ってこへん。魚たちがコテージの下ばかりに集まっているのでちょっと日陰になってしまったけど、水は透き通りとても幻想的。子供はどこ？子供は食べない。子供泳いでるけど好きじゃない。ウニを売りに来たのをついつい買ってしまいました。いただきます。小粒だけど海の塩味も効いてて美味しい。美味しい。ご飯と食べたい。本当に透明度が高くていくら見ていても飽きない。セブに来た甲斐があった。また桟橋を通りマングローブの森を抜けて戻る。シャワーはあるけど水が出ないので飲料水のタンクを一つ買い上げ体についた塩を流す。帰りは村に寄ってみる。貝細工の店。ハロー。おー、これね。綺麗。この島にとても似合う小さくて白くてほんのり色づいた貝をつないで作った装飾品。綺麗。ブレスネットを娘と一つずつ買った。小屋のような建物や小さな売店、人と動物のゆったりした様子、なんだか童話の中のようで村を歩くだけで面白い。かわいい。あ、ニョンね。ハングルがうわー、かわいい。ラーメンだ。ラーメン屋さんか。娘が食べたがっていたプルタクポクミョンがあったのでここでいただくことにします。小さなガス台で袋麺を茹でてくれる。マンゴースムージー的なものもありそうだね。でもちょっと氷が心配だからやめとく。大きな木の下、黄色いテーブル掛けが絵になるかわいい店。現地の味になかなか馴染めない娘の念願のプルタクポックンミョン。これがどう？ちゃんとプルタクポックンミョン。韓国で育っているから海外に来るとどうしても辛い味が恋しくなるらしい。茹で加減もすごいちゃんとしてる気がする。美味しいよ。辛い。こんな離島で食べる袋麺もまた思い出に残る味。辛かった。かわいいね。村の人はフレンドリーで子供たちもかわいい。海辺で降ろしてもらう。ハロー。かわいい。子供たちが人懐っこい。こちらまでオープンな気持ちになる。空と海と素朴な村の風景。どこにカメラを向けても美しい絵がある。
最初はちょっとビビってしまうトライシクルも、島の風景を堪能するのにこれほどいい乗り物はない。日が傾いて夕方の色に変わる頃、船着き場に戻ってきた。すごい良かった。めちゃくちゃ面白かった。滞在先のマクタン島から船で15分のささやかな冒険。だけど心に染み入るようないい旅だった。日曜日の朝、セブ島の山岳地帯にある集落に向かう。NPO 法人ゴーシェアという日本人女性が主催する団体があって、そこのボランティアプログラムに参加させてもらうことにした。山をかなり登ったところで車を降りて、そこからは徒歩で向かう。今日は山のラーニングスクールで子どもたちと遊ぶボランティアに参加させてもらいます。道路沿いに小屋が並ぶ隙間から、急な階段を降りて集落に入っていく。この入り口からすでに衝撃的だ。数年前、セブ島最大のスラム街で大規模な火災が起きた。その時に家を失った人たちがたどり着いたのがこの場所。つまり、スラムすら追い出されてしまった人々がここに暮らしているそう。おー、バナナだ。本当にすごい。はあ。ヤギ。Which is mango tree? Here there's no No mango tree. Papaya? That one. Oh. malunggay. Malonge. Moringa. Yes. Moringa. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Good morning. ラーニングセンターに着いた。すごい傾斜で雨が降るとかなり滑りそう。よっと。ここに来ているのは集落に住んでいる子どもたちで、学校のない日はここに集まって過ごす。この周辺を案内してもらいます。洗濯はこのドラム缶に溜めた雨水で手洗いする。飲み水はこれで。This one is a cold water and this one is a hot water. Oh, is she? 鶏がたくさんいる。Fighting chicken. So this one is not for food, only for chicken fighting. One of the popular gumbo, Oh, chicken fighting. especially for boys. ここが集落の中の広場。あの斜面で少しこういう小さな場所があって、ここでスポーツをするそうです。But this one is not for good drinking, but only wash your clothes. It's net cafe. ネットカフェ。 Yes, a local one. キッチン。 Grandpas will say that. 木を燃やして火を使うときはこの共同キッチンを使う。家はどこもトタン造り。現在この集落には約400人の人たちが肩を寄せ合うようにして暮らしている。ラーニングセンターに戻ってきた。Good morning, Basic
長期で来ているお姉さんたちには生徒からプレゼント。My name is Sayori. Sayori. My name is Danica. いろんな年の子が集まっていて、定期的に来るボランティアとの交流を楽しみにしている。My name is Bila. One, two, three, go! 日本でいうかごめかごめのような懐かしい遊び。大きい子も小さい子もみんな一緒に楽しんでいる。その後はそれぞれ好きな遊びをする。ボランティアが教えてあげたり、子供たちに教えてもらったり。小さな空間で特別なおもちゃなどなくてもこんなに楽しめる。お昼ご飯、溜めてある水で手を洗う。ここがセンターの台所。お昼ご飯の時間です。すごい。Rooftop restaurant. Yeah, Ryan Rooftop Restaurant. Yeah, thank you. It's bak choy. Bak choy. It's a popular ramen here. This one, it's nasu. ナス、お、ナ Nasu ス。 with egg. Correct, cabbage. Fried cabbage. What soup is this? Pork. 私たちのために準備してくれた心尽くしのごちそう。セブ式お昼ご飯。濃い豚骨スープに中華麺が入ったセブの麺料理。とても素朴だけどしっかり動いた後だからご飯がうまい。ナスのピカタみたいなフィリピン料理。しっかり火が通ってとろけるナスに香ばしく焼けた卵の衣。絶景効果でさらに美味しいご飯だった。お昼からはまた子供たちと遊ぶ。ピアニカを教えてあげたり、塗り絵や折り紙をして。お姉さんたちがセブ語で作ったゴミと環境についての紙芝居を読んだ後、みんなでゴミ拾いに出発。集落の中を歩いて見つけたゴミを袋に入れていく。あれ、この子服を着替えたのかなと思っていたら、ほとんど同じ顔をした姉妹だった。だるそうにやっている子なんて全然いない。お姉さんたちの袋にゴミを入れるのが嬉しくて、一生懸命拾っては入れに来る。この集落には課題も多い。電気や水道などのインフラは整っていないし、町を焼け出されて職を失った人も多い。山の中で栽培できる植物で細々と食いつないでいる現状。この環境の中、不幸そうな顔の子、無表情な子がいないことがとても印象的だ。フレンドリーで弾けるように笑う子供たちを見て、
自分の心にも明るさを分けてもらった。お菓子や文房具のお土産を喜んでくれると聞いて、スーパーで選んできたお菓子セット。この活動が目指すのは、子どもたちが自分を生きることのできる世界。遠い国から訪れる参加者との交流が、子どもたちと世界をつなぐ窓になる。参加者は観光だけじゃないセブの姿を生身で感じられる。ここで過ごしたことで、セブでの滞在が倍以上の価値と濃さで記憶に残った。そんな貴重な一日だった。100年以上の歴史を持つセブ島最大の公設市場、カルボンマーケット。学校のレッスンが3時に終わるので、今日はタクシーに乗ってセブシティの方にあるカルボンマーケットという大きな市場に来てみました。ここはなんかナイトマーケットもあるそうで、美味しいものを見つけていくつか食べてみたいなと思います。簡素な建物の中に色とりどりの果物や野菜が山積みになっている市場の風景。いろんな国で市場を訪れるけど、色使いや並ぶ食材は確かにフィリピンのものでとても新鮮に感じる。大通り沿いもローカルフードの露店や肉や魚屋などでとても賑やか。人懐っこいセブの人々の笑顔に温かい気持ちになり、市場周辺のフィリピンキリスト教の聖地を訪ね、昼間の市場を十分楽しんでから、居心地のいいカフェでのんびり休憩。すっかり暗くなってから夜の市場に戻る。相変わらずカラフルな食材にあふれ、昼より元気なこの市場は一体いつ眠るんだろう。まだ野菜とか果物も売ってるんですけど、あちこちで食べ物の店いっぱい出てて、めっちゃくちゃワクワクします。めっちゃ楽しそう。地元料理のおかずがたくさん並ぶご飯屋さん。どんな味がするのかあれこれ選んですぐにでも食べたいところだけど、もう少し探検してみる。さっきは何もなかった通りにたくさん屋台が出現してます。ビーフスープ、ビーフ。食べ物が新鮮そうで、お店の人も親切なこの店に決めた。Eggplant is 40 pesos. 40 peso for one. Okay. Pork? Yeah. Oh. Yeah, 60 pesos. How much? 60 pesos. Yeah. Squid and this pork and This one? eggplant. Want to eat? Yes, one rice. What soup? This one pork, Okay. fish, and beef. Beef soup. Thank you. ご飯、豚ミンチの煮込み、イカとイカスミの煮物、ナスの肩、ビーフスープです。こうやっておかずがいっぱい並んでる
ご飯屋さんにすごい憧れてたんですけど、なかなかちょっと勇気がなくて、あと学校の先生にも食べ物が傷んでる場合があるからちょっと危ないから食べない方がいいって言われてたんですけど、食べたい気持ちが抑えきれず、あと今ナイトマーケットなので、おそらく朝から作って置いといたものじゃなく夕方に作ったのであろう。そして日が沈んでから並べたものだから危険度はかなり低いであろうと思っていただいてみようと思います。いただきます。乾杯。乾杯。乾杯。My name is Kao. Kao. K-A-O. Mano. Mano. Nice to meet you. なんか醤油煮込みとケチャップ煮込みの中間みたいな味がする。で豚ミンチと人参とかグリーンピースとかでこってり煮込まれてて、めちゃくちゃご飯に合います。うまい。うまい。ちょっと海のもの一つと思って。まあイカスミ煮込みも美味しい。超うまいんですけど、めっちゃうまいよ。新鮮な素材、程よく濃い味付けのおかずがご飯もビールも美味しくしてくれる。この前食べてめっちゃ美味しかったです。薄く開いたナスに卵の生地を絡めてじっくり焼いた定番のおかず。割としっかり塩味がついてて美味しいんですよ。ナスの柔らかい食感と卵のこう焼けた香ばしさと塩が効いててめっちゃご飯に合う。そしてビーフスープ。牛肉で出し取ってるんですけど、牛肉いっぱい入ってました、鍋に。すごいすっきりしてて、でもめっちゃうまみ濃い。美味しい。生姜の風味がめっちゃついてて美味しい。バーベキューの煙と喧騒と熱気、セブの人たちの生活がぎゅっと凝縮されたナイトマーケット。美味しい地元ご飯と一緒に五感でセブを味わう濃密な夜だった。最終日、朝早くに出かけた。本当は毎朝海に行きたかったのに、学校の近所の海岸は全部ホテルやダイビングショップのもので、自然な海岸がなかったので、朝の海を眺められる海岸を探して歩いた。海はすぐそこにあるのに海岸にたどり着けない。うろうろ迷っていたら、バイクのお兄さんに拾われた。海まで送ってくれるというので、ちょっと迷ってから乗せてもらうことにした。英語でいろいろ話しかけてくれるけどよくわからない。私仕事はダイブマスター。めっちゃ日本語上手やん。So you teach 潜るだって。じゃあ散歩私ナケロです。着いたのは砂浜でも港でもなく、
船が止まる遠浅の海岸で、小さい子連れの親子が海に入っていく。太陽が昇って神々しい光景が現れた。